今回は崖に見つけた3メートルぐらいの高さに開いていたへこみが気になって掘ってみた時の様子になります。ほぼ垂直に近く安定した足場もなかったため、ロープで確保しながらの作業になりました。厳しい条件にチャレンジした甲斐あってか、堆積していた腐葉土を取り除くとすぐに引っかかりを感じる突起が姿を現しました。引き抜いてみると大きな塊が姿を現してくれたのですが、ほぼ土の塊で実際の姿がどんな姿なのかは分かりません。その後も大きな塊が出てきてキラキラしている部分があるとはいえ、どれも表面のほとんどを土が覆っていて実際の姿は全く分かりません。これもまた土の塊にしか見えないですかね。合間に出てくる小さいながらも明らかに水晶だとわかる存在だけが期待を高めてくれます。掘り進むごとに塊が出てくるのですが、それを置いておくスペースもない状態でした。さらに出てきている土に覆われている塊が実際はどんな姿をしているかもわからないこともあったので、とりあえずここまで掘り出した分を持って降りて確認してみることにしました。洗ってみたらびっくりの展開。表面を覆っていた土の下から現れたのは、びっしりと無数の結晶に覆われている水晶の姿でした。これは期待できるぞと、崖をよじ登って採掘を再開することにしました。再開してすぐにミニクラスターが出てきてくれました。まだまだ続きがあると安心感を与えてくれます。そしてさらに取れそうで取れない大きな突起が存在を主張してきます。明らかに緩みは感じるので強引に引き抜こうかという欲求が出てくるのですが、だいたいそういう場合は欲求に任せて引き抜いたはいいけど、水晶の結晶が折れていたり頭が欠けていたりして後悔するという結果につながってしまいます。ここは時間をかけてでも焦らずに丁寧に進めることを心がけます。
周りを削って緩みを確認して、その時の動き具合からどちらに動きそうかを考えながら少しずつ緩めていくのですが、この時は最初にグラッときた割にはその後はなかなか緩みが大きくならない、なんとももどかしい展開が続きました。そしてようやく抜け出してきてくれました。これも土に覆われているため全容は分かりませんが、キラキラしているので期待はできます。この塊が抜けた後を触っていたら、明らかな突起が猛烈に主張していました。ゆっくり動かしてみると徐々に緩む感じだったので、そのまま引き抜いてみたら、これは明らかにクラスターだとわかる塊が登場してきてくれました。苦労して引き抜いた大きな塊は結晶が少ない感じでしたが、その後に登場してきてくれたクラスターは細長い結晶も含めたとても良い雰囲気です。こんな水晶が登場してきてくれると期待して掘り進めてしまいますが、そんなに都合よくイメージしている展開にはならないものです。同じような展開になると引き抜くときには期待が膨らむのですが、これも期待を込めて。十分嬉しい展開なのですが、期待値が上がりすぎてしまって、なんだか勝手に外れを感じてしまっています。まったく贅沢なことです。わずかな足場につま先だけで体重を支えて、半分宙吊りのような状態で採掘していましたので、次いい感じのが出たら切り上げようと思っていたところに登場してきてくれました。これで区切りだと思って採掘をやめると、
奥に掘り進んだことですり鉢状になっている手前側の岩が緩んでいることに気づきましたので、動かしてみるとあっさりと取れました。土に覆われていてもわかるくらい表面には結晶がついています。そうなるとその周辺が気になってしまうものです。そして大きなぐらつきを発見。こちらは完全に土に覆われているので水晶なのかどうかは分かりませんが、せっかくなので持って降りて洗ってみましょう。降りる直前に登場してきてくれた大きな塊2つ。1つ目はところどころに目立つ結晶はあるものの、全体的に結晶が育ちきれていないように見える感じでした。そしてもう一つ。最後に何気に採取した塊。大きな結晶はそれほどついていませんが、ご覧のように小さな結晶がびっしりとついたギラギラクラスターでした。期待値と結果は全く関係しない。結果は何万年も前に決まっているのだということを改めて再確認することができました。このガマはまだまだ掘りきれていない雰囲気なので、また機会を作ってチャレンジしたいと思います。今回もミネラルニュースをご視聴いただきましてありがとうございました。